台湾。今や世界のものづくりやハイテク産業を支える重要な拠点となっています。しかしオリンピックへの国としての参加が認められていない現実も。そんな台湾が大阪・関西万博の地で自らのアイデンティティを世界に示そうとしていました。台湾の現在、半導体などの最先端技術はグローバル経済において欠かせない存在となっています。それでもまだ日本にも世界にも十分に理解されているとは言えません。そこで台湾が自らを伝えるため万博に持ち込んだのが台湾文化でした。所以这个展览，我希望大家可以看到那个厚度，就是因为累积的够厚了。I think Taiwanese culture still growing, it's still shaping. 台湾、その歴史は16もの先住民族が共生の道を切り開き、外部からの干渉も柔軟に受け入れ、多様性から誇るべき文化を生み出してきたのです。知られざる台湾、万博の地での挑戦の記録です。184日間で2500万人を超える人々が訪れた大阪・関西万博。会場はシンボル大屋根リングを境に、内側には世界各国の文化を紹介する海外パビリオン、そしてリングの外側には日本を代表するさまざまな企業が展開する国内パビリオンが立ち並びます。その中に一つ、耳慣れない名前のパビリオンが。それがテックワールド館です。出展社名も玉山デジタルテックと聞き慣れない名前。実はこのパビリオン、展示されている最新技術や名産品はすべて台湾のものなんです。ではなぜ台湾パビリオンとして出展していないのかというと、海外パビリオンへの出展は博覧会国際事務局の加盟国のみ認められますが、台湾はこれに加盟しておらず、今回は台湾名義での万博参加は叶いませんでした。そこで台湾が出資して日本に玉山デジタルテックという日本企業として国内パビリオンの枠で出展したのです。企業名にある玉山とは、かつて日本統治時代に新高山とも呼ばれた台湾の最高峰3952メートルの山の名前です。とは言っても表に出る名前はあくまでテックワールド、台湾のパビリオンだとは伝わりません。そこで展示する最先端テクノロジーとともに台湾が大阪に持ってきたのが文化。他们在进入场馆之后可以看到科技的部分，可是他们在开幕式里面是不是可以见到这一些台湾人的脸，然后那种跟音乐结合起来的一种活力跟能量。就当你看到这个文化，你就知道他是谁，其实这是最好的状态。但是要达到这个状态，有一个前提，就是大家必须认识这个文化。我觉得我们在文化上还是可以，就是为台湾发声这样子。那这也是应该说我们做文化的人，那自己能够做到的事情。最先端技術と並んで世界に誇る台湾の文化。16の先住民族が共存することで培われた歴史、外部からのさまざまな干渉をしなやかに取り込んで独自の文化に昇華させてきた多様性、そこから育まれた
台湾文化を武器に台湾とは何者かを伝える挑戦が始まりました。2025年4月、大阪・関西万博が開幕。テックワールド館もオープンしました。中に入るや否や、台湾の先端技術がそこかしこに。まず最初に現れるのは円柱型の巨大スクリーン。その周囲には一斉に動く500台を超えるタブレット端末。音や映像に合わせて動く最新テクノロジーもすべて台湾独自のものです。テーマは生命。台湾固有の動物や昆虫、植物が次々に登場し、生命の営みを表現しています。次に待つのが360度の壁一面がスクリーンになったネイチャー劇場。高精細な 4K 映像に包まれ、山並みや森、夜空まで台湾の大自然が映し出されます。台湾の雄大な自然の中に立っているような没入体験を味わえるエリアです。さらに奥に進むと胡蝶蘭が並ぶ蘭の道。台湾産の蘭は世界の生産量の3分の1を占めると言われています。花びらにはテックワールドのロゴも。繊細な印刷を可能にした台湾独自のナノスプレー技術が使われています。その先にあるのが未来のエリア。半導体の壁と呼ばれるインタラクティブ型のスクリーンでは、半導体がもたらす近未来の暮らしを見ることができます。一方、パビリオンの開幕式では早速台湾文化が登場しました。呼吸、間、そして静と動を特に大切にしたコンテンポラリーダンスです。開幕式のオープニングアクトとして披露された台湾を代表する舞踊団、クラウドゲートダンスシアター。云门舞集是台湾第一个现代舞团，它已经有超过50年的历史。也就是说，云门舞集相对浓缩了台湾现代化的这一段期间以来在艺术跟文化上的诠释，那也包括它非常前卫性的尝试。クラウドゲートの特徴は気功や太極拳、武術など東洋的トレーニングで鍛え上げられた独特の振り付けと体の使い方。複数のダンサーによる動きのシンクロが作り出す迫力も魅力の一つです。觉得好像很光荣，可以代表台湾的某一种气象，某一种身体的语汇，所以我们想了很久，就希望可以带来一些比较多元的活力，所以我们在服装上或音乐上有一些設計的巧思。このチェン監督は2代目の芸術監督。クラウドゲートの創設者はタイム誌のアジアのヒーローにも選ばれ、台湾の人なら誰でも知っている芸術監督です。今回のパフォーマンスは15分間。選ばれた11人が演じ切りました。在这么短的时间里面，借由人的身体跟音乐跟简单的灯光变化，是不是日本人可以感受到这些云门舞者，特别是这些年轻的云门舞者，他们所带来身体上的能量？
都很认真的在看啊，都非常认真的在看。然后我也蛮讶异的，就是说这15分钟没有人移动啊，甚至连咳嗽都不敢。然后演出后给台上的舞者非常热烈跟庄严的掌声，那这个也是我们非常感动的。文化を通じた台湾の挑戦は万博会場にとどまりませんでした。万博の会期に合わせ、大阪市内でも台湾文化を披露する台湾当局主催のイベント B 台湾を開催。市内複数箇所にまたがった会場では、台湾アーティストが制作した作品が数多く展示されました。伝統的な技法による藍染めも飾られ、台湾最長の川を題材にした巨大な作品も。光と色彩、音楽を融合したビジュアルシアターでは、変わりゆく風景が台湾の芸術家たちの色彩感覚にどう影響してきたのかを紹介しました。さらに台湾アーティストによる舞台芸術も多数上演。世界的にも有名な台湾出身のダンサーホアン・イーさんもその一人でした。産業用ロボットクーカと共に息ぴったりに踊るホアン・イーさん。実は彼が子供の頃のドラえもんがいてくれたらという夢を叶えるために創作したのがこの作品。大人になりロボットと踊りたいとこのパフォーマンスを生み出しました。ダンスの振り付けに加えて独学で学んだプログラミング技術で空間の動きも自ら調整。库卡因为它是机器人，我们是人类，然后所以在教它动作的时候，它会慢慢的学我们人的动作，有点像一点一点的把我们的就自己的灵魂放到它身上去了，所以它有点像是镜子，去反射出我们的样子。空間を1分間動かすためのコード作成には平均10時間を費やします。無機質なロボットに繊細な動きと感情を与えることで人間とロボットの共存を表現しているのです。身为来自台湾的艺术家，那我要如何去呈现出台湾的样貌？然后我认为台湾是一个很多元的。然后我们整个岛屿就是一个科技岛。其实我也是一直到我出国的时候才发现，像空气一样存在的无上限使用的网路，不是每一个地方都有，所以这是我认为台湾非常非常珍贵的资源。そして台湾文化の挑戦はもう一つ。台湾を象徴する伝統芸能布袋劇。小姐死焦哩，温温婉婉，风波几时休？打打杀杀，迄件令人愁啊！为了当初能为剑客应付敌人。もともと野外で演じられてきた人形劇です。宝贝，哼，有烦恼，难道你惊吗？来，行到乡下边仔去，看本少爷如何降妖伏魔。
布の袋で作られた人形から由来するこの布袋劇は、台湾では知らない人はいないという老若男女に愛されてきた大衆文化です。瞬きもする繊細な作りの人形に、衣装は伝統的スタイルを保ちながら現代風にアレンジされているものも。人形師が直接手に人形をはめ、腕や指を使って巧みに操ります。そのセリフをしゃべるのも人形師本人です。この伝統的な布袋劇は近年飛躍的な進化を見せています。听讲，修炼玉道门的道法，若会顺生者，可以超脱未来。劇団シナジーパペットショー。布袋劇と最先端の CG や特殊効果の技術を融合し、2024年に公開された短編映画は数多くの国際的な賞も受賞しています。その中心を担ったのが、父が立ち上げたこの劇団を兄と共に継いでいる副団長の朱祥風さん。可是就尽量不要打到他们，因为他们就是会敲，就小心如果他们绕过他们，然后走出来要观众席这样。上西一水，南西好。アニメ業界で学んだ映像技術を生かし、脚本と演出を担当。プロジェクションマッピングも導入し、より激しくリアルなアクションを追求しています。对，因为以前布袋戏，它起码它就是用一个彩楼的布景，就是用人绘的，用手工去绘的。可是你这次看到的整个景片，它就是一个光雕，我们叫 project mapping 的形式，然后它去把整个画面给 mapping 起来这样子，然后加上里面的布袋戏，我们会有个镜框，然后布袋戏在演出，它会跟外面的这个戏台就是动画有个互动。海外で受けやすくするためにも導入したというプロジェクションマッピング。背景に浮かび上がる文字や仕掛け、さらに舞台両脇のデザインにも場面の世界観を表すため、躍動的なプロジェクションマッピングが使われています。台湾是科技之岛嘛，然后就在想说，我们也有自己的传统文化，那这次可以就是在这样表演里面同时展现科技跟传统文化。そんな彼らの劇団が万博でも布袋劇を披露することになり、8月会場にやってきました。Mr. Yang, and Mr. Xiao, and Mr. Wang. Nice to meet you. 朱副団長のほか3人のベテラン人形師たち。今回の公演の会場はテックワールド館近くのイベントステージ。台湾各地で活躍する複数のパフォーマーが出演します。目指すのは世界中の人が集まる万博で、伝統文化と革新が融合する台湾の今を伝えること。到着するや否や早速リハーサル。
30分間の公演で5演目が披露され、13たちに与えられたのはわずか7分。このステージが勝負の大舞台です。We only bring actually 5 of them this time because it's a little show for us. Yeah, around 7 minutes. Yes, pretty short. Just the partial part of your. Yes, just the beginning of the show. Yeah, it's like our famous technique. So. It could be represent us the most, yeah, but we can not bring it right here. It's kind of a shame, but. 100% を出せない7分間、伝わるのでしょうか。リハーサルが終わると。人形とともにテックワールド館へ向かいます。パビリオン内でも布袋劇の宣伝です。你来我天空去路在讲，风不能不来就都顺风，切切切切，告诉演变如何？咱等下下晡5点底下表演，谢谢，谢谢大家，台湾 Puppy Show，Thank you。台湾 Puppy Stage，Welcome，5 o'clock。我们可能需要一两个手表。13はテックワールド館の展示をじっと見つめていました。I love the. It is maybe because we cannot represent art as a country. I'm not sure, but so we use nature to represent our island. But it still really touched me inside. You know, we can. There's so many things that we can do. For example, as a guy fighting for cultural, I can perform it over there. The thing that I can do for Taiwan. Yeah. Okay. Are you excited for the show then? Yes. Yeah. Let's go do it. いよいよ本番。ステージには続々と人が集まっていました。ところが本番直前で深刻なトラブルが発生したのです。これはリハーサルの映像。舞台の背景画に台湾の旗が描かれていると指摘があったというのです。このままでは公演ができないと万博側から通達されました。本番スタートまで20分余り。突然の事態に13も表情がこわばります。緊急の措置として別の団体がパフォーマンスに使う予定だった神の像を置き、背景画の旗の部分を隠します。神の像を使うパフォーマーは急遽出演できなくなりましたが、やむを得ません。開始前から予想外のトラブルに見舞われた舞台。その幕が上がります。開幕。俾關走。
声庙顶前的下新戏，台湾布袋戏万仙。天と地に感謝を捧げる伝統的な祝福の人形劇。幸福、富、長寿を司る神々。揃えば全ての幸せが訪れると信じられる三神が台湾の人々のもとへ降り立ち祝福を届けるという物語です。福仙降临咱台湾望州万福会热烈的现场，要来祝福现场嘉宾哦。相思，台湾的布袋庙埕演出，拢会讲好话来祝贺，可以顶台。わずか7分間の舞台。あっという間でしたが無事に終了しました。旗を見せることも許されなかった舞台。それでもジュウさんは。But pretty relaxing right now. Really, really relaxing. Yeah, relaxing. 安堵の表情です。Moment right now.舞台は台湾の多くの民族の文化で彩られました。ラストはパフォーマー全員の文化が織り交ぜられたフィナーレに。13の目には涙が。何を思ったのでしょうか。翌日、一行の姿は京都にありました。Because we are really curious about the traditional building over there. 万博で台湾文化の今を伝えようと駆け抜けてきた13たち。昨日の舞台について聞いてみました。I kind of saw you crying after yesterday. Yeah, just almost. It's to Canton. It's 400 years ago, 300 years ago, we are fighting each other. We were fighting each other in the island. And right now we are all performing on the same stage and singing one song. It has to go through so much thing to get to here, to performing on the stage in Expo 2025. To think about that, it's so difficult. We have go through so many obstacles. Right? かつて台湾は争いの絶えない島でした。その歴史を乗り越え、万博の舞台で台湾各地から集った文化が共に手を取り歌い、世界にアイデンティティを伝えたのです。从文化奥运之后，近年来，我们真正开始透过官方、透过文化部，他真的意识到我们要集结的就是
群体发声的力量，透过文化这支系统走出来，交流。那刚好我们就恭逢其盛，在这个时间点就加入了这些策划，所以 be part of 这个大展会就是那个 part of。就当你看到这个文化，你就知道它是谁，其实这是最好的状态。但是要达到这个状态，有一个前提，就是大家必须认识这个文化。但是什么代表台湾这件事情，我们需要更多人认识跟看见。所以我们希望不要放弃任何一个可以在世界被看见的机会。求められるのは、これが台湾だと誇れる文化。I think Taiwanese culture is still growing. It's still shaping. It's hard to explain it, but you can feel it. It's like Taiwanese people. It's gentle and soft, but it can go through your heart, right? As a person fighting for culture, the thing that I can only do is to let people know our culture is shaping, it's becoming more Taiwanese. Yeah. Taiwan とは何か。その問いに対して世界の人々が行き交う万博の場で発信した台湾が誇る最先端技術と文化という2つのプライド。その挑戦は次にやってくる大舞台にも続いていくでしょう。